木更津海軍航空隊は昭和11年1936年4月に解体された。解体翌月の5月末には町内各小学校児童を招き優勝旗争奪の運動会も催したそうだ。平時には東京を含む東日本の防空を担当し、戦時には最前線基地へ進出、長距離攻撃を実施する外戦作戦実施部隊として西日本を担当する鹿屋海軍航空隊と同時に解体された。主要装備品は中高で96立鋼、一式立鋼である。開戦時には輸送専門部隊の概念はなかったが、戦域の拡大と戦局の熾烈化により航空輸送のニーズが高まり、太平洋戦争開戦後1年半を経た昭和18年7月、ここ木更津に輸送専門部隊である戦一航空隊が設置された。任務は前線への機材の輸送、人員、装備品、食料等の輸送、空挺部隊への協力等である。機材の輸送は内地から航空機を前線に送り届ける任務である。以前は前線部隊が内地に航空機を領収しに戻り、再び前線に戻っていくやり方だった。前線部隊にとっては内地に戻れるまたとないチャンスだったが、熾烈化する戦況にそのような余裕はなくなりつつあったのだ。昭和19年4月になると1023海軍航空隊が編成され、輸送部隊として硫黄島への定期連絡便任務を遂行していた軽数18機である。運んだのは資材だけではない。硫黄島守備隊幹部からの重要書類、戦場の兵士たちが家族に宛てた手紙もあった。さて、あなたを乗せた一式貨物輸送機が到着したようだ。硫黄島への連絡便が登場していた。ここ木更津の1023空は中高による輸送部隊だ。硫黄島では物資不足が深刻だ。昨日も緊急輸送の要請があった。到着早々だが中高で硫黄島へ飛んでくる。機長を命ずる。硫黄島空域はもはや戦場だ。サイパンからの P38 の襲撃を受け、損失機が出始めている。飛行中は周辺監視を厳とするように。攻撃を受けたときは航空教範通り対処せよ。軍の重要書類もあるが、現地の兵士は家族からの手紙の配送を楽しみにしている。士気を維持するためにも無事に届けてくれ。頼んだぞ。海軍航空教範とは士官搭乗員向けのテキストである。敵の攻撃を受けた際の車線の回避法を次のように教えている。敵は遠距離で有効弾を放つをもって早めに回避するを要する。追尾された時はまず急反転、急降下気味の急旋回によって車線をかわす。一番きついで次が必ず来るので、すぐ反対方向に同一の操作によりて回避する。まだ方向弾、エルロンを適切に使用して飛行機をいっぱい滑らすこと肝要なり。あそこに中機中抜きだ。間もなく出発だ。急いでくれ。現在の感覚だと機長はパイロットを示すが、一式立鋼では指揮官扱いとなる。したがって機長と操縦士が異なる場面が多々ある。機長、離陸準備中へご挨拶できてすみません。向かって右側は操縦士、左側が副操縦士である。カウルフラップ全開。発動機点火。フラップよし。無線機電圧よし。前後左右上下よし。安全バンド装着よし。機長、離陸許可を。計器異常値なし。離陸します。一式立鋼の搭乗員は通常7人から8人。地操縦員、副操縦員、搭乗整備員、射爆員、地偵察員、副偵察員、電信員が乗り込む。一式立鋼乗りになるのは簡単ではない。戦闘での負傷を考慮し、各要員は機銃や電信、操縦などを兼任できるスキルが必要なのだ。皆年齢は20歳前後の若者たちであったが、過酷な訓練に耐えてスキルを身につけてきた優秀な搭乗員であった。高度4000メートル、
自動操縦に切り替える。零式自動操縦装置を搭載しており、巡航中に進路と高度を自動で維持することができた長距離飛行時に利用された。硫黄島まで約4時間、母島付近から降下開始する。現在定期路線はないが、ジェット機による異例訪問時の飛行時間は約2時間である。降下を始める。周辺監視を厳となせる。敵機発見。急降下。対空戦闘準備。一式立航の武装は操縦席後ろの胴体上部、主翼後ろの胴体側面にそれぞれ卵型のブリスター風防を備えた銃座を設置。リブには 20mm の99式1号銃を備えた旋回銃座を設置した。これらを合わせるとリブに 20mm 一丁、機首と上方側面合わせて 7.7mm 4丁である。高度10メートルまで落とすと。攻撃側の視点から見ると、機銃弾を当てるにはターゲットの進行方向に機首を向ける必要がある。ところが超低空で海面方向に機首を向けると、磁気が海面に突っ込むリスクがあるので、狙いを定める時間がない。ここに攻撃を回避離脱できるチャンスがある。高度20メートル。打電。我高戦地。敵機3、後方移動、ロッキード。側面機銃の 7.7mm 機銃が強化。高度15メートル。敵機3、いよいよ近づく。上部の 7.7mm 機銃が強化。機体を横滑りさせてかわすと。敵1番機近づく。直上。敵2番機近づく。敵3番機近づく。高度10メートル。敵機離れていきます。なんとか振り切ったか。機長、このまま低空で硫黄島を目指します。前方に硫黄島。間もなく着陸する。元山の方に降りるぞ。千鳥は先着機がいる。減速。ギアダウン。着陸フラップダウン。見えてきた。 P38 はその広大な航続距離を生かしてたびたび硫黄島を襲撃していた。大体決まった時間に飛来し、彼らはこの攻撃を東京エクスプレスと呼んでいた。硫黄島への空輸はこの時間の合間を縫うようにして実施された。ブレーキ。停止。計器類異常なし。中期地点まで移動する。予定時刻若干遅れて到着。現在丸9糸丸資材受け渡し後、負傷者収容の上帰島する。昭和20年2月頃には硫黄島への米軍攻勢が強まり、1023軍の被害が目立ち始め、ほぼ機能が喪失。攻撃飛行隊の砲704飛行隊に硫黄島強行輸送任務が移行していた。2月10日、資材搭載にて戻り、704機の発式立航動きが予定より遅れていることに無事に資材を引き渡し、負傷者を各機銃も明程度収容したが、飛行時に東京エクスプレスの P38 に襲撃された。2機を撃墜された。航空輸送は2月16日をもって終了。この3日後、硫黄島の戦いが始まる。